皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日紹介するのは、ぶっちゃけファイヤー、手取り25万円で子育てしながら1億円を貯める方法を教えます。です。この書籍は、ファイヤーを達成して自由を手に入れるための方法を学ぶことができます。著者は、本書で、いわゆるファイヤーの定義を課題提起し、自分の好きなことで収益を得て生活を送る、新しいファイヤーの考え方を提案しています。その上で、著者がファイヤーの道に舵を切るまでに何をしてきたのかを具体的に示しています。本書はご覧の構成です。皆さんも本書を参考に自由を手に入れましょう。まずはじめに、本書を読んだ管理人の感想です。本書を読むまでは、管理人もいわゆるファイヤーを認知していたため、ファイヤーを達成した後の生活のイメージができていませんでした。一度しかない人生、好きなことをして収益を得られたら、どんな充実した生活が送れるのか、そんな期待が膨らむ本でした。それでは、中身の紹介をします。最後までお付き合いください。このチャンネルでは、知識は浅く、広く、をテーマに、自己啓発に役に立つ情報を配信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。新しいファイヤーとは何か。ファイヤーとはファイナンシャル、インディペンデンス、リタイアーアリーの頭文字を取った造語です。若いうちから経済的安定を獲得し、早期退職をすることで、仕事ばかりの疲れた人生から脱却しようという人生設計のことで、2014年頃からアメリカでブームになりました。一般的に言われているファイヤーの実現方法として4%ルールがあります。毎年の生活費を資産の4%以内に抑えたら、理論上一切働くことなく、運用益だけで生活できるというのが基本的な概念です。確かに理論上は成り立ちますが、常に年利4%で運用できるわけではない、すべてを運用に回すため、現金が残らない、極端に切り詰めた生活で人生が楽しいのかなど、課題があります。一方で、ファイヤーを実際に実現した方を見ると、働いていないのではなく、自分の好きなことで収益を得る生活にシフトしていると、著者は主張しています。そこで著者は、新しいファイヤーを提唱しています。ファイヤーのある意をリタイアではなく、リスタートと捉えると、また FI についても、大きく変わった市場環境を踏まえて、会社を辞めても、何らかの安定的な収入源がある状態、つまり、地に足をついた状態を提唱しています。SNS 上では、サイドファイヤーとも呼ばれています。地に足をつけた収益を得る仕組みを構築しているからこそ、ある程度の資産を貯めた後、不安よりも希望の方が大きい状態で会社を辞めています。では、収益を得る仕組みはどう作るのか。ファイヤーを達成している人は、時間をかけてスキルを磨いてきたといいます。将来的にファイヤーを実現したいなら、まず、副業にチャレンジすることを勧めています。大きなコストがかからないものからチャレンジすることがおすすめです。ファイヤーの本質は、会社に所属しないとお金を得ることができないという固定観念からの脱却、意識の変革と著者は主張します。また、人が幸せになる要素は4つあると主張しています。そして、4つの要素は、一般的な人生では同時に満たされることはないとも主張しています。すべてを同時に満たすためには、ファイヤーしかないと。ファイヤー前とファイヤー後で何が変わったのか。第2章では、著者がファイヤー前後で生活がどのように変化したかを説明しています。会社員時代のスケジュールは、1日の自由時間は1時間ほどしかなく、人間らしい生活をしているとは言い難い状況でした。一方で、ファイヤー後は、自由時間が大きく増えて、時間的にも心理的にも仕事に追われることが一切なくなったといいます。かといって、ゲームや動画を見ているわけではなく、価値の創造です。執筆や講演など、自分の経験を人に伝えるコンテンツをゼロから生み出すために時間を使っているとのこと。つまり、ファイヤー前後の時間の使い方の一番の違いは、QOL が爆上がりしたことだそうです。ファイヤーを決断するまでに考えたこと。第3章では、著者がファイヤーを決断するまでに何を考えたのかについて説明しています。ポイントは3つです。1、持っている資産をできる限り自分の人生で有意義に使うべきである。2、
健康寿命を意識。3、ファイヤー後にどう過ごすかを考えた。そして、ファイヤーをする前に脳内でお試しをし、会社からの給与収入が一切なくなると思い込んでみたといいます。収入を得られる裏付けがない退職というのは本当に怖いものですし、自分がこれからの人生をどうしていきたいか腹をくくって決めないといけないと主張しています。資産1億円までの道のり。第4章では、著者がどのように資産を形成してきたのかについて説明しています。著者もファイヤーを実現するまでには、いろいろなチャレンジと失敗があったといいます。しかし、生きるために働かなくてもいい生活、自分の時間の大半を会社のために使わなくてもいい生活、自分の好きなことを好きなだけできる生活を送るために、不労所得に憧れて可能性を追い求め、行動し続けてきた結果だといいます。資産を増やすことができたのは2つのフェーズがあります。1つは支出を減らすこと、もう1つは資産を増やすこと。特に資産を増やすフェーズは長期投資のスタイルを取ることです。毎月何万円かを投資に回すと決めて、収入から先に抜いてしまうなどして、継続して投資をすることを勧めています。収入を増やす方法は、共働きや副業などがあります。副業をするときは、時給で働く副業や大きな初期投資がかかる副業は避けてください。いくら収入が増えても、支出が増えると資産を増やすことができません。ポイントは、固定費にあります。家を買わない、保険を適正な額にするなどがあります。その他、通信費やタバコ、飲料水なども検討してみてください。ただし、ストレスなく支出を減らすようにしてください。家計簿で収支を見える化すると良いでしょう。ただし、分類を細かくつけないことが継続するポイントです。あくまでも改善ポイントを把握するための材料にしてください。資産の運用については、まず、銀行預金ではお金は増えません。NISA と iDeCo をフル活用することをお勧めします。家庭を持つ人のファイヤーに必要なこと。第5章では、家庭を持つ人がファイヤーを実現するために何が必要かを説明しています。端的に言うと、ファイヤーの実現には、パートナーの協力が不可欠です。ファイヤー実現のために、夫婦合意の下で計画を立て、一緒にお金を管理していく必要があります。家族みんなで人生の幸せを追求しながらお金を貯めていく必要がある、というのが家庭を持つ人のファイヤーへの道のりだと、著者は主張しています。そのためには、何をしたいのか、それにはどれくらいのお金が必要なのかを洗い出し、お金の使い方の優先順位を決める必要があります。夫婦でお金を分ける、お互いがいくら持っているかを明らかにしていない、などの場合は、注意が必要です。所得や支出など家計の現状を把握した上で、毎月の支出を見直すことが、10年後、20年後の大きな差になるのだといいます。ファイヤー後の生活のシミュレーション。第6章では、ファイヤー後の生活のシミュレーション方法について説明しています。Excel や Google スプレッドシートなどを活用して、ファイヤー前にシミュレーションを行い、将来自分が何歳の時に資産がいくらになっているかを見ていったといいます。皆さんも本書を参考にシミュレーションしてみてください。最後にまとめです。ファイヤーを実現するには、会社に所属しないとお金を得ることができないという固定観念からの脱却、意識の変革が必要。人が幸せになる要素を同時に満たすには、ファイヤーを実現する必要がある。家庭を持つ人がファイヤーを実現するには、パートナーの協力が不可欠。毎月の支出を見直すことが、10年後、20年後の大きな差になる。ファイヤーは、ゴールではない、第二の人生のスタート。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。
この本が気になった方は、購入して本を読んでみてください。概要欄にリンクをつけておきました。このチャンネルでは、知識や雑学、スキルアップにつながる情報を提供しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。